練馬区のソタさん。私は不可思議な現象やオカルトは好きなのですが、自分自身には全く経験がないし、死後の世界についても半信半疑です。昨年、怪談座談会になるイベントに何度か出席し、自分でも職場の後輩から聞いた怪談を披露しました。会場にいる30人余りのうちの大半の人が、その最中、人影を見た、音を聞いた、何かが歩き回る気配を感じると訴えてましたが、その真っ只中にいるにもかかわらず、私は何も感じませんでした。イベント中、僧侶が霊能力者の水晶の数珠っていうのを持ってたんですけど、その数珠が瞬時に飛び散るのを目の当たりにもしましたが、そこに霊が言われてもどうもピンときません。霊が見える、感じるという人は職場にもいます。岡田さんとしてはこのような能力あるいは資質というものをどのようにお考えでしょうか。もうね、以前の僕ならね、もう大体はね、いや、気のせいだよとかですね、商売上手なお坊さんのトリックとか、絶対出てたと思うんですよ。数珠にね、トリック仕込んだんだよねって、絶対出たと思うんですけども、勘違いとか。ただ最近ね、今日この、ちょっと不思議な話をするって言ってるからわかると思うんですけど、最近ちょっとね、僕のね、目線がね、変わってきたんですよね。多分このゼミを見てる皆さんの大半は、僕と同じような、タイプだと思うんですけども、ちょっと聞いてみましょうか。アンケートお願いします。霊感は存在するかしないか。気のせいか。もうシンプルに2択です。はい、結果お願いします。ちょうど半々ですね。存在する、存在しない。ちょうど半々ぐらい。面白いですね。僕はですね、実は今、この存在する派閥なんですよ。で、理由はこの後、ゼミで話しますけども、そう、割と半々っていうのは意外ですね。最近怖い話が好きになってきたっていうのはですね、別にオカルト体験が、別に個人的にあって、それで考え方が変わったわけじゃなくてですね、オカルト体験は多分何度かあるはあったと思うんですけども、全然興味がですね、なかったんですね。例えば、今の家に引っ越したのはですね、4年前なんですけども、その前は同じ吉祥寺の井の頭公園の近くのですね、一軒家を借りて暮らしてたんですよね。で、借りたのが1995年だからもう本当に25年前ですね、の春でですね、広さや場所に比べたら、やたらですね、安くて家賃がかなり安い物件だったんです。いや、ここ気に入りました、契約しますっていうふうに不動産屋に言うと、その物件の内見の時に行ったんですけども、不動産屋さんがですね、じゃあちょっと店まで来てくださいというふうに言われて、で、不動産屋まで行くとですね、奥のですね、応接室に案内されて、お茶出されて、もう契約するのかなと思ったらですね、支店長が出てきて、実はっていう話が始まったんですよね。実は曰くがありまして、井の頭公園の事件知ってますよねって言われて、いや、事件って言われてもよくわかんないから、いや、何ですかって言うと、バラバラのっていうふうに言われて、あーと、新聞やニュースでを見ない僕でも知ってたんですけども、井の頭公園バラバラ殺人事件っていうのがあってですね、平成のですね、最大の残酷な事件でですね、未だ犯人も見つかってないし、動機もわからないまま、未解決のですね、迷宮入りをした事件なんですけども、僕がですね、その家を借りる1年前、1994年だ、4月23日の朝にですね、井の頭公園のですね、ゴミ箱からですね、ポリ袋に入った、変な物体が出てきたんですね。ポリ袋を開けると、ゴミ袋を開けると、その中から人間の足首が出てきた。周り一帯を慌てて、捜査員が捜索すると、合計で27個バラバラになったですね、人体のパーツが出てきたんですよね。手足とかですね、胴体が出てきたんですけども、で、そのゴミ袋もですね、魚を取る漁師さんの網とかで使う特殊な結び方をしていてですね、匂いが出ないようなこの縛り方になってた。胴体の遺体のね、手足の指紋がもうすごい丁寧に削られてたのでですね、DNA 鑑定で被害者は近くに住む一級建築士の35歳の男性と分かったと。で、男性は妻と子供とあと母親と一緒に暮らしていて、建築士でですね、自分が設計して建てた家に住んでたんですね。で、その被害者の家が僕が借りた家だったんですよ。ただですね、僕はその幽霊っていうのをですね、全く信じてないのでですね、気にせずに、安いから借りたんですね。不動産屋さんは告知義務があるんですけど、不動産屋もほっとして、もうすごい喜んでくれて、何でもこういう物件は事故物件と呼ぶらしいんですけども、最初に借りる人には告知しなきゃいけないらしいんですね。でも一人でも借り手がついて、その人が退去したら、次の借り手にはもう言わなくてもいいっていう、そういう申し合わせがあるみたいです。それでもですね、ちょっと気持ち悪いんでですね、入居の前に1階に住んでるおばあちゃんに挨拶に行ったんですよ。っていうのは一軒家って言っても3階建てで、僕が借りたのが2階と3階なんですね。別外階段になってて2階に上がれるようになってて、1階にはですね、大家さんのおばあちゃん、つまり被害者の方のその母親が住んでたんですよ。一応ちょっと気を使って東急百貨店でちょっと高級めのゼリーのパック買ってですね、お線香だけあげさせてくださいって言うと、おばあちゃんは奥にあるめちゃくちゃ大きい仏壇に案内してくれたんですね。その1階で人の気配、おばあちゃん以外いないんですよ。で、どうも
もう奥さんや子供さんはもうすでに実家に引っ越されてですね、おばあちゃんは一人で息子さんの住んでた設計したその家に住んでるらしいですね。仏壇の写真にはすごい普通のもうどこにでもいそうな男性が写ってて、僕もその写真覚えてないんですよね。でお線香いただいて一本つけて、一応それが燃え尽きるまで手を合わせて拝んでたんですよね。で拝む時の内容は、お化けとして出るんだったらどうぞ1階に出てくださいと。2階には他人の僕が住んでいて、あなたのお母さんに毎月毎月お金払って、そのおかげであなたのお母さん生きていけるんですよと。恩に着せるつもりはないんですけども、だから僕がびっくりして逃げたらあなたも困るでしょと。で1階にはあなたのお母さんが住んでますから、何か言いたいことがあったらぜひ1階に化けて出てくださいという、マジでそういうふうなことをですね考えながらですね唱えてですね、その場を立ち去って、以後その家のですね1階には立ち入ったことがないんです。結局そこの家には1995年から2015年までの20年以上ですね、21年ぐらいかな、住んでたんですけども、当時はですね何も怪奇現象なんか起こってないと、やっぱりねオカルトは嘘だなというふうに思ってたんですよ。でも別に脅かすつもりないんですけども、でも今考えるとですねちょっとだけ変なんですよ。例えば家鳴りが激しいんですよね。家がしょっちゅうギシギシ言うんですよ。でもこれは新築の家は割と家鳴り激しいっていうのは、いろいろ木材とかですね、結構いい家だから木材とか豊富に使ってるんで、それが乾燥する周期とかがあるんでしょうね。だからギシギシキシキシになるんですけども、これ新築の家ならあるし、あと井の頭公園の踏切も近くて電車通ると家が揺れるから、それで家鳴りするんだろうなと思ったんですね。2つ目がですね、天井裏とか屋根裏からですねやたら音がするんですよ。これね、そんなお化けっぽい音じゃないんですよ。もっと乱暴なドッタンバッタンドッタンバッタンドッタンバッタンっていう怖さもなんもない音で、多分ね井の頭公園が近いから天とかタヌキとか小動物が住んでたんだと思うんですよね。ネズミのサイズじゃ絶対ないんですよ。僕ネズミ住んでる家に住んでたこともあるんですけども、ネズミの歩き方じゃないんですよね。あと3つ目で、なぜかリビングのねちょうど真ん中辺の壁と天井に裂け目が入ってるんですよね。で一番最初入居した時は気がつかなかったんですけども、どうも入居した時からうっすら裂け目があったんですけども、それがですね15年ぐらいかけてめきめき広がってくるんですよ。つまり僕の住んでた家はなんかねゆっくりとリビングが2つに裂けていってるんですよね。これはもう未だに原因不明で何のこっちゃかよくわかんないんですけども、以上ですね、日本でも多分有数の事故物件ですね。週刊文藝春秋とかが取材に来ましたから、事故物件に20年以上住んでたんですけど、結果的に別に何も起こらなかったんですよ。今コメントで設計ミスって書いてあったんですけど、一級設計士の人が自分用に作った家だから材料もそれなりに吟味してるんで、あんまり設計ミスではないと思うんですけどね。あとは3階で寝てる時に2階から物音するとか、例の裂け目が年々大きくなってきて嫌な感じするとか、天井裏に住んでるその小動物がやたら走り回ることもあるんですけれども、そういうことはですねどこの家でもあることっていうふうに解釈してたんですよ。今考えると家が裂けるっていうのはあんまりどこの家でもないんですけども、ひょっとしたらこういう僕のいや別に関係ないんじゃないの、いいんじゃないのと思ってる態度が怪奇現象みたいなものがあっても気がつかせないのかもなと思いました。その僕の態度に問題があったのかなと思うのは、去年の6月ロンドンに行った時の話なんですけども、ロンドンでですねザ・ランガムっていうランガムホテルというところに泊まったんですね。これランガムホテルです。これレディー・ガガがロンドンに行った時にも絶対泊まると言われている超一流ホテルなんですけども、世界で一番有名な幽霊ホテルなんですよ。このホテルのですね333号室、3階の333号室には幽霊が出るというので結構有名なんですけど、目撃されているのは小さな女の子とかですね、あとドイツ陸軍の兵隊というですね、そういうのが出てくるそうです。3階でエレベーター降りたらですね、目の前にまっすぐの廊下が走ってるんですね。この廊下の一番端っこの方に333号室があるんですけども、もうなんかね嫌な雰囲気なんですよ正直。廊下の絨毯の模様がねなんかこの幾何学模様なんですけども、見てるとだんだん目がちらついて、幾何学模様だから目がちらつくのは当たり前なんですけども、なんかね嫌な気配というかね嫌な気分になるんですよね、不思議なことに。333号室に行ったら別にこれも333って書いてるだけで、ドアもいわゆるカード型キーを差し込むいわゆる新型のタイプだからなんということもないんですけども、そんなことを気にしないはずなのに早く帰りたいなっていうかですね、嫌な感じの気がするんですよね。廊下を一周してエレベーターホールに反対側から近づいた時に来た時に気づかなかったエレベーターホールにでっかい絵があったんですよね。その絵
絵のことを反対側から回ったからですね、全然気がつかなかったんですよ。もうエレベーターホールにあったでっかい絵っていうのがですね、これで、なんかね、ちょっとこれ怖いと思いません？わざとというかですね、やりやがったなっていうか、寄せてきたなっていう感じで、この位置の茶色いシミも込みでですね、なんか嫌なんですよね。これ見た時はさすがにですね、はっきり怖かったんですよ。気持ち悪く怖くて。で、怖いと思った瞬間に初めてさっきその廊下とかですね、333号室のドアの前で感じてた感覚が理解できて、僕嫌な気配と思ってたのは怖い感覚だったんですね。絵を見て、俺怖かったんだって初めて分かったんですけども、理由はないんですよ。単に有名な幽霊ホテルだから勝手に僕が心理的に怖がってるだけだと思うんですけども、でもそういう知識とかですね、理性的な考えは実際にその場で感じる怖さっていうかですね、生命の危機を感じる怖さから全然打ち消すことができないんですね。とりあえずこの写真だけ撮ってですね、自分の人影がここに写ってて余計に嫌なんですけど、この嫌な絵の写真を撮って3階からエレベーターで逃げ出しました。嫌な感じがしたというだけの僕はですね、心霊現象をですね、体験したのか。それとも単なるやっぱこれは気のせいなんだろう。もし僕が5年前まで住んでいた井の頭公園近くの家に戻って、じゃあもう家賃安いんだからもう一回住めっていうふうに言われたら、あの頃のようにですね、屋なりとかですね、天井のドタンバッタンとかですね、リビングがだんだん裂けていく変な家に平気で住めるかどうかですね、実はちょっと自信ないんですよ。皆さんはどう考えるのかと思ってちょっとアンケートを用意しました。岡田斗司夫が自宅やランガムで体験したのはですね、何なんだろうかと。アンケートお願いします。ランガムで体験したのは1、心霊現象。2、気のせいですね。これちょっと聞いてみたいと思います。はい、じゃあ結果出してください。気のせい 78%、80% ですね。心霊現象 20%。そうなんですよ。特にこれといった証拠も変な現象も起こってない。さっきみたいに数珠が目の前で弾け飛ぶみたいなことは何にも起こってないんですけども、嫌な気持ちになってしまうっていうことがあるんですけども、これに関してですね、オカルトを信じるかどうかというアンケートでですね、明治大学の情報コミュニケーション学部の石川正人教授は、この本の中でですね、不思議な実験しています。明治大学の学生を相手にしてですね、超常現象に否定的か肯定的かっていうふうにアンケートを取るわけですね。そうすると答えがきれいに2つに分かれて、否定的 40%、肯定的 40%。ちょうど半々になるわけですね。残り20% は分からないとか他の回答だと思います。ちょうど 40% ずつ肯定的否定的。しかし次にですね、あなたではなく一般多数の意見はどうだと思うかっていうふうに聞くとですね、いきなり否定的が 80% に上昇するんですよ。肯定は 10% に落ち込むと。否定的が70に急上昇して、自分以外の他の人はどう考えていると思うかというと、みんな否定的だと思う。肯定的な人は 10% 落ち込む。どういう意味かというと、自分は信じてるんだけども、人前では信じてないふりをするということなんですね。その理由は幽霊を見たとか、そういう話を信じるとか、そういう体験をしたっていうのは個人的な体験であって、その体験を否定されると、まるで自分自身が否定されたような気がするので、身構える癖がついてる。だから人間はこのオカルト的なこと、超常的な体験をするときに自分自身の本心とは違って人前で話すときは否定的に話すっていうのが明治大学のアンケートで分かったことです。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。